ついております。ありがとう。水を一緒にどうですか？やめろねえ、美味しいでしょ。ほれほれほれ。では改めてランドソルの騎士とそのお仲間よ、ジオゲヘナを代表してプリンセスネフィーネラが御礼申し上げまする。さて縁も竹縄、約束通り今日しましょうぞ。極上の焼き鳥を。ごめんなさい。やめて。待ってください、ネラさん。今のホウちゃん様は私たちと変わらないお姿ですし、食べてしまうわけには。コロル、あんたたち。ふむ、ま、ようござんしょ。ありがとうございます。キジだ。やかましい連中ね。これだから品のない人たちは。そうそう、忘れる前に騎士殿に褒美を贈りましょうや。右左もわからぬジオゲヘナには穴井役が入りようと存じますれば。それは助かります。つまり奴隷をあげるってこと？奴隷？しかりちょうど手頃なものがおりましてのう、カノンや。ちょっとお待ちなさいな、ネフィ。この強く気高く美しいアタクシ様を生まれたての子猫ちゃんみたいに Give you for you だなんて、一体全体どういうお了見なんですの。しかもこんなどこぞの馬盆に。ああ、チノ。カリザキュンは奴隷じゃねえから、私と一心同体だし。いやー、照れるわ。うっせえバカ、いいから早く解放しろ。解放してくださってありがとうございます、キジさん。法皇様、まずはチーンなさってくださいませ。主様が鼻水まみれになってしまいます。私の話を聞きなさいよ、このボケなすびども。ネフィーネラさんの言う通り、私たちまだこの世界に来たばっかりですし、案内してくれる人がいた方が助かるのは間違いないですけど。そのためにカノン様の自由を剥奪してしまうのは気が咎めますね。あらあらあら、少しは話がお分かりになる方たちもいらっしゃるじゃない。しもじもオーラが出ていないだけのことはありますわね、あなた。しも？やですわ、ご存知なくって。しもじもオーラとは、所作やお言葉遣いの端々に品性のなさと安っぽさをにじませたお貧乏臭い方々の佇まいのことですわ。例えば、まさにそちらの若白髪の猫とか、脳みそにお栄養の回らないおたんこうさぎさんとか、さらには落としたパンを拾って美味しそうに食べてるオレンジ頭とか。子供に親にさいで。極めつけはそちらのおまんと小僧ですわ。騎士ですって。同庶民極まれりーな佇まいのくせして、あなたなど騎士どころかそのお馬、いえ馬ボーンがせいぜいですわ。馬ボーン？多分馬の骨って言い
たいんだと思いますけど。兄様は馬の骨などではありません。万夫不当の英雄でございます。リリ様のおっしゃる通りです。私からも訂正をお願いいたします。笑わせないでいただけますかしら。立ち振る舞いを見ればわかりますのよ。そちらのお馬ボーンが剣の使い手として二流以下だってことくらい。そのような軟弱ヘナチョコ下々ボーンにこの高貴なる私が奴隷として所有されるなんて、そのような屈辱決して受け入れられることではありませんですわ。受け入れられるかどうかなんてカノンさんに決める権利ありません。それは。まあね、お姉ちゃんの決定ってやつだもんね。さっきからとっても気になってたんですが、どうしてカノンさんはネフィーネラさんのものみたいな扱いをされちゃってるんでしょう。ネフィーネラ様がジオゲヘナの独裁者として強権を振るっているのでしょうか。いえ、ですが集落の連中ネフィーネラと距離感近げだったし、力とか恐怖とかで押さえつけてるってわけじゃないっぽいけど。私たちのいきさつなんてつまらないものに過ぎませんわ。何よりそんな過去の話、あなた方には関係なくってよ。ナナ知ってるよ。カノンちゃんが決闘に負けた敗北者っていうのだからなんだって。だよね、カノンちゃん。ちょっとナーナさん、どうしてあなたのお口チャックはいっつもガバガバなんです確かモネちゃんも昨日カノンさんが前にネフィーネラさんに負けたとかなんとか言ってましたっけ。モネちゃんだね、マジフルボッコだったわ。カリザキュンがネネカちゃんにボコられた時みたく。忘れたな、あんな昔のこと。あの脳みそとピンクピエロリババア、次会った時には本体もコピーも残さずぶちのめしてやる。カリザのことはさておいて、つまりカノン様はネフィーネラ様との決闘に敗北を喫したため、言うことを聞かざるを得なくなったという解釈でよろしいでしょうか。合ってます、大体。おっしゃる通り、私はネフィに惜しくも紙一重でお敗北いたしましたわ。ですけど、だからといって私のプライドまで差し出した記憶などございませんでしたよ。なんだかかわいそうな感じが。同情は無用です。負ける方が悪いので。誤解なきよう言い添えるなら、あの折わっちが破れ申さば、わっちはカノンに命を取られ候。とどのつまり、わっちがカノンの生殺与奪を預かるは世の定めにありんす。であろう。プリンセスの称号を求め、わっちと歯を競わんとしたヌエの娘よ。確かにあの決闘で私が勝っていれば、ネフィのお玉を頂戴していたのはまごうことなき事実ですわ。ですけど叶うなら、わっち自ら騎士殿らを案内したき所存でありんすが、
法皇騒ぎの後始末でさようないとまもござんせん。さりとて我が妹御は宝刀者で凶楽か、穴井などには向かぬよし。本域さえ発せば力は指折りなのだがの。褒められちった。ちげえだろボケ。どう考えても。勝てて加えて我が従者にしてシュバリエたるモネは嫌です。と、まあ人見知り極まるゆえ、こちらも穴井などあたわずかかる無作法許したもれよ。ナーナさんは弱いので。モニちゃん正論パンチだよ。カノンちゃん、お姉ちゃんに挑むだけあって結構腕も立つし、この世界のこともそれなりに詳しいしね。かような事情であり申さば、カノンはお前様らの穴井を務めるにうってつけかと思いましての。無論玉よけにするもよし、飯炊きにするもよしでありんす。主様、いけませんよ。遠慮は無沙汰とは申しますが、何でもいただいてしまうというのは。それに今のランドソルでは奴隷制は認めてないですからね。奴隷として連れ帰っちゃうわけにもいかないです。ビースト族の人たちの間にあったようないざこざは繰り返したくないですし。それにうちの連中食いしん坊だらけだかんね。今よりもっと食費がかさんじゃったらそのうち破産よ、破産。黙って聞いてりゃお待ちなさいな。人を大飯ぐらいみたいにおっしゃらないでくださる。そんじゃキシキュンたちはカノンちゃんいらねえ感じか。俺失敗だね、お姉ちゃん。いと悲し。ならばカノンや、ウヌは焼けた集落の後片付けを手伝うように。そうさせていただきますわ。あなた方と話していると下々オーラが移ってしまいそうですし。言ってしまいましたね。随分と怒らせてしまったようですが。あんま気にせんとき。カノンちゃんだいたいいつもああだから。てかカノンちゃん何しても反応面白いからついからかいたくなんだよね。ほんに性のない妹子でありけむ。ま、カノンの道化ぶりはとびきりであるがゆえ、わからないでもないがの。性ある姉妹がよ。ごちそうさま。あれ？プレシアちゃん、まだいつもの半分くらいしか食べてないですよ。私の3倍以上は食べてるけどね。ふむ、お口に合わなんだかの。少々辛いものが多かったかもしれませんが。でもとっても美味しかったですよ。プレシアちゃんもこのくらいの辛さなら大丈夫なはずですし。でもそういえばリリ様もクリア様も
あまり箸が進んでいらっしゃらないご様子。お加減が優れないのでしょうか。ああね、リリちゃんらシャドウを出すの無理してたっぽいし、見た目の怪我は治っても反動あんじゃね。ったく、やっぱ相当無茶しまくってたんじゃない。てか、きついならきついって言いなさいよね、もう。ジオテオゴニアでいっぱい戦った後にこっちに来てすぐまた恐竜の魔物と追いかけっこしたり、カレードフェニックスを止めるためにずっと全力全開でしたもんね。これってもしかしなくても私のせいですよね。異界の騎士よ、それに皆の者、今回の活躍大変お見事でした。褒めて使わしましょう。いきなり何を。お話の前に法皇様、口元にケバブサンドのソースがべっとりでございます。拭いて差し上げますね。ありがとうございます。そうではなくてですね、助けてもらっちゃったお礼でもなくって、そう、褒美を取らせます。褒美？はい、五色絢爛にして神聖なるこの私、廉価な法皇が授ける癒しの加護を。加護？神聖ということは法皇様は神様なのですか？アストルムにおけるアメス様のように。はい、そうです。実は私、とってもとっても偉いんです。えへん。正確には神と呼ばれるほどの実力者であるがの。されど私の加護をその身に受ければですね、無病息災、食欲増進、恋愛成就間違いなし。アルタ命令さんの不調もあっという間に治せるはずです。わあ、すごいですね。ぜひぜひお願いします。お願いいたします。恋愛成就。ったく、そんな便利なことができるんならさっさとしなさいよ。では皆さん、そんな偉くてすっごい私を崇め立てまつるのです。図が高いですよ。わずかながら信仰が戻ったのを感じます。それじゃあ皆さんに癒しの加護を。あれ？変化なし。おかしいですね。本当ならこうやって気持ちを込めて舞えばパーって炎が出てパーってなるはずなんですけど、力、心力、テロテロ、ウェイエイ、ほうちゃん様のお姿が。鳥さん？なんですかこの格好は。まだ気づいておらぬかい、法皇の。転生してからこちらウヌの本来持つはずの力がごっそり抜け落ちておることに。そんな恋愛成就は。
ナーナ様、主様、密林の中でございますから、食べ歩きは危険でございますよ。大丈夫大丈夫、ドーナツパワーだよ。ぬーぬぬ大丈夫ですか？食べるのに夢中になって同正面から木にぶつかりに行ったわね。いないよー、ドーナツも潰れちゃった。不本意極まれりですわ。どうしてこの私様がこんなおまぬけでお下品な連中と王の抜け毛探しなどせねばなりませんの？姫の命令です。つべこべ言わないでください、ガノンさん。なんですかこの格好は。ジュルリー。法皇様のお姿が変わった途端、お二人が再び野生の目つきに。確かにさっきまでより美味しそうになったかもしれないわね。そんなキャル様まで。しかもさっきまでの格好に戻ることもできなくなっちゃってる。おいキロ、これってもしかしてだいぶ前のてめえがスライムから戻れなかったのと同じか？ニアピンかな。あん時はジオゲヘナからランドソルに行こうってして重くそ無理してヘロヘロでって感じだったっけ。まだ今みたく壁がゆるがばじゃなかったかんね。ふむ。つまり法皇様は転生したばかりでヘロヘロ弱ってしまっていると、まるで脱皮したてのザリガニのように。ザリガニ？そんなのと一緒にしないでください。魔物から人間になって、人間から小鳥になって、ザリガニよりカエルとか蝶とかに近いのかしら。いわゆる変態ってやつね。変態？不審者？違いますなんでこんなことにもうキャルさん、意地悪なこと言っちゃダメですよ。ですが、そもそも私は未だに信じることができません。転生なる現象が本当に起きるだなんて。頂上の存在とは理解の及ばぬものでありますればなれ何ですかあなたまで。そんなに私はじっと見て。ど。もしやとは思うたが、ほうや今のウヌは力をなくしたのみならずわっちのことすら忘れておるな。うっすらと見覚えがある顔のような、そうでないような、でも何かが違うような、そうでないような色とか。はあ、なるほど。これは重症でありんす。輪廻転生は蓮華の法皇にのみ許された権能であれど、端的に言ってこたびの転生は半分成功
半分失敗だったのでありんしょう。じゃあつまり転生ってのがうまくいかなかったから、こいつの記憶や心力ってのがほとんどなくなっちゃったってこと？しかり、今ここにいる愛らしき小鳥はいわば器のようなもの。鳳凰を鳳凰たらしめていた絶大なる権能はこの器の中にはありんせん。そんな！それじゃあアルターメイデンさんたちの治療もできないじゃないですか。いえ、お気遣いなく。私たちは少々おいとまをいただければ大丈夫です。おそらくは。はい、これまでもシャドウを使いすぎた後はこんな感じでしたし、それよりもほうちゃんさんの方が心配です。力がなくなったですか。じゃあすぐ誰かに食べられますね。誰かってかよ、すぐ隣でよだれ垂らしてる連中に食われちまうんじゃねえの。ぎっくり。でもほうちゃんは転生できるんですよね。なら食べちゃってもまた戻ってこれるんですよね。そんなの無限に食べれるってことじゃないですか。一回でも食べないでください。あいにくながら力が戻らぬままでは転生など叶わぬ夢であろうの。そんな無限に食べられる夢の食材ゲットかと思ったのに、夢叶わず。ってよりもねえお姉ちゃん、これ地味にワンチャンヤババじゃね？うぬもそう思うかいねえあや。何がですか姫。わかんねえのかよ目ん玉めしべ。そのデブひよこが器だってんなら空になる前に入ってた力とやらがどっかにあるはずだろ。使い方次第じゃ楽しくなるかもしれねえな。デブひよこ？それでは法皇様は転生の折に本来引き継がれるはずだった力と記憶を喪失なさってしまって。そいつがひょっとしたらその辺に転がってたまたま拾ったやつに悪用されるかもってことか。一難去ってまた一難というか、なんというか。もうダメです。力もなくしちゃってまた迷惑かけちゃうかもで、私もこのまま食べられちゃうんです。お、キシキュン、またほうちゃん助けてあげるつもり？理解できません。この前といい、またかわいそうだからとでも。ありがとうございます、ケチちゃん。ったく例によってお人よしなんだから。ま、何にせよこれでこの裏世界千代ゲヘナを調べ回るいい口実ができそうね。ではその間だけ別行動といたしましょうか。アルターメイデンの皆様はネフィーネラ様の城にてしばしお休みになってくださいませ。ですが、ここはお兄さんたちに甘えさせてもらいましょう。リリちゃん、今の調子じゃろくに戦うこともできないと思いますしね。はい。ほんじゃあ
リリちゃんたちとホウちゃんは私が面倒見たげんね。いい湯に浸かって美味しいもの食べたらすぐ良くなるっしょ。よろしくお願いします。転生こそかなわねど、人の型へと化粧する程度なら器に残った力のみでもいずれできるようになるであろうよ。ここの湯殿はよく聞くでな。鳥らしく行水でもしてくるがよかろう。そうさせてもらいます。でも、ほうちゃんのなくした力とか記憶ってどうやって探せばいいんでしょうか。というか、どんな形をしているんでしょうか。わっちの推測が確かなら、鳳凰の剣能は元の体の一部を模していることでありんしょう。すなわち極彩色の飾り羽として、あるいは今のひよこのごとき小さな小さなもみじやもしれませんがのう。ああ、まったく世の中どうかしてるんじゃありませんこと。おしもじもの者たちを顎で使うのならともかく、この私様がこんな地味な肉体労働をせねばならないなんて。ネフィに負ける前の輝かしき日々が懐かしいですわ。あの頃であればこんな汗水を垂らすことなんてなく、木陰にテーブルを用意させて優雅にティータイムを。ドーナツって最高ってこのおたんこのアナさん、なんで食べ歩きどころか木陰でくつろいでおかみかじってますの、あなた。だってナナ甘いの大好きって言ったら、お手伝いのお礼にってキシちゃんがいっぱいくれたんだもん。ジオテオゴニアのお菓子、とっても美味しいですよね。居住区に戻ればグルメチェイサー号の中にまだまだいっぱいありますよ。あんたとプレシアが爆食いしたからもう半分以下になってるけどね。リンドがあんなに積んでくれたのに。でも本当にまだあるんだよね。すごーい、ナナキシちゃんちの子になる。ダメです。ナーナさんも姫の兵士でしょう。それも一番下っ端のね、おブビですわ。あれ？でもカノンの方はグラディエーターだっけ？ネフィーネラ所有の闘技場の剣道なんでしょ？はい、そういう意味ではナーナさん以下です。言ってはいけないことをおっしゃいましたわね、あなた。あれ、そういえばカノンちゃん、よく私たちの案内をしてくれる気になりましたね。昨日はあんなに嫌がってたのに。それは勘違いなさらないことね。いくら落ちたりといえど、この高貴で華麗で優雅な私様がそちらの馬ボーンのものになるなど決してありませんわよ。けどおたんこうさぎのナーナさんやネクラでハスっぱなアネモネさんじゃまともな道案内なんてできないでしょうし、功を挙げた客人を惑わせてジオゲヘナの品性が疑われるようなことは避けたかっただけですわ。ありがとうございます。この危険に満ち溢れた世界にて、私たちはまだ右も左も分からず、大変助かります。ですわ。私様の寛大さにせいぜい感謝することですわね。なんて私のパーフェクトなお演技でまんまと騙されてしまっておりますわね。ふふんですわ。もし
殿下の法皇が持っていた力を私が手に入れたら、あの憎きネフィーネラにおぎゃふんというお断末魔の悲鳴を上げさせることができますわ。このような絶好の機会見過ごすわけには参りません。私はあまたの魔物の力を継いだマンティコは、たとえシックスカラミティの力がどれほどでも必ずや我がものとしてみせますわ。そういう甘いことを思っているんでしょうね、カノンさんは。だからこそ姫は私をつけたわけですが、そうじゃなきゃわざわざ。はあ。アネモネ様、どうかなさいましたか？今ほんのちょっとこちらを狙うような視線が。どこから？なんでもないです。そうですか。気になることがあったら早めに教えてくださいね。こうだけ無駄というものですわ。バラよりもトゲだらけでいらっしゃいますものね、アネモネさんは。モネちゃんもドーナツもらったらとっても幸せな気持ちになれちゃうよ。いりません。ほらあんたたち、いつまでもだべってないで、鳳凰の羽探し再開するわよ。猫のあなた、私様に命令なさらないでくださるかしら。今の視線、敵意は私に向けられたものじゃなかったみたいだけど、それなら誰に、そして誰から。お洗濯おしまい。さっきまで煙がもくもくしてたり、すごい雷だったりしたけど、晴れてよかった。この世界ジオゲヘナだっけ。暑くてすぐ汗かいちゃうし、お天気は荒れ放題だし、お洗濯はやれるときこまめにしておかなくっちゃ。ヤマト姉さん的にはジオテオゴニアよりもこっちの世界の方が刺激があって好きみたいだけど。姉さん、賭けと喧嘩ができて酔えればいいみたいなとこあるから。でもこんなに魔物ばっかりの世界、私はちょっと。エーテルそばから魔物って、あれなんだか君おとなしいね。ちっちゃいし。よかったら私のお昼半分食べる？今日は卵サンド上手にできたんだ。ね、美味しいでしょ？卵っていいよね。栄養満点でいろんなお料理に使えて。なにその手に持ってるの？鳥の羽？とっても綺麗だけど、君の抜け毛じゃないよね。もしかしてくれようとしてるの？サンドイッチのお礼ってことかな。ありがとう。でも大丈夫だよ。私たちは盗賊だから、本当に欲しかったら奪っちゃうんだ。
なんて。若菜、どこ行った？姉さん。ああ、行っちゃった。バンディシャーク号の後ろから大きな魔物が。バカだね。早く乗らないと置いてくよ。待って待ってうわー、すっごく怒った恐竜が何頭も。なんで急に。若菜が洗濯してる間暇だったんでね、また食料調達でもしてやろうかって思ったのさ。図体ばっかの脳みそすっから恐竜さん。卵の1個や2個取られたくらいで目の色変えちゃってダッサーい。卵？もしかして最近姉さんたちがよく持ってきてくれる卵って。ごめんなさい、私も美味しく食べちゃいました。バカだね。僕次はオムライス食べたい。私は卵のヤシオリでも関してもらおうかい。ほっとスパイスを忘れるんじゃないよ。もう2人ともそのうち恐竜さんに頭からかじられちゃうよ。大丈夫です。僕があんなトカゲにやられるわけないし。この世界じゃ喧嘩も辛い香炉も楽しみ放題ってやつじゃないか。悪くないよ。姉さん、そんなこと言ってる場合じゃないですよ。追いつかれちゃうるさいトカゲどもだね。吹雪、ちっと分からせてやりな。あやーいポチッとな。キュッキ遅いよ。今とみっけやまねあれやっていい？好きにしな。新兵器スーパーダメジャンキャノン。対食姿勢。みんなお願い。かましな。やりーザクザーク。ちょろいねジオゲヘナも。王家の装備今度こそ奪ってやるとしようじゃないか。またカレー？バカバカバカだね。人参いらない。えいバジ。ああ、また吹雪ちゃん好き嫌いしないで。もどうしたの姉さん。参ったね。
ジの化け物だわ。もうバカなね。なんでまたカレーなの？僕オムライスがいいって言ったっしょ。だってふぶきちゃんたちが取ってきてくれた卵、さっきの砲撃のショックで全部割れちゃったんだもん。たく殻まで弱々とかほんと雑魚なんだから。姉さん、さっきからぼんやりしてるけど、本当にどうしたの？化け物って何のこと？てかなんからしくないよ山根。ペコペコ王女もジオゲヘナの王女っぽいのも見つけたし、いつもなら宴会してようが乗り込むじゃん。パーティーを台無しにしちゃうのは良くないけど、でも目当てのものを見つけたのに攻撃せずに帰っちゃうなんて姉さんらしくないよね。そうそう、山根がビビってるなんてことはないだろうけど。もしかしたらビビっちまったのかもしれないね。ジオゲヘナのプリンセスネフィーネラ、なんだいありゃ。種族が違うとか装備がどうとか、そんなチャチな問題じゃない。もっとなんつうかどでかい化け物だ。でかすぎて相手の懐が見えないなんて、こんなの初めてだよ。そう？山根の方がずっとでかいと思うけどな。てかあのプリンセスより僕の方がでかくない？そういうことじゃないと思うけど、でもそれじゃあ姉さん諦めるんですか？プリンセスネフィーネラの王家の装備。はあ？そんなの山根らしくない。無の悪い賭けは嫌いじゃないがね。勝てないと分かってる鉄火場へわざわざ飛び込むほど博打に脳を焼かれちゃないさ。それに勘違いすんじゃない。諦めるんじゃなく機を伺うってやつだよ。別に焦る必要はないんだからね。しばらくのんびりしたっていいさ。賛成。まさか姉さんの口からこんなまともな意見が出るなんて。じゃあ僕観光したい。この世界獣臭くて火がボーボーだけど、なんか地面の下からアーキオロジー的な匂いがプンプンするし。なんでもいいさ。それじゃあ観光ついでにどっかで一汗流しに行くとするかね。お姉ちゃん、なんかご機嫌じゃん。そんな気に入ったキシキュンたちのこと。大友、かつて土産に聞いたウヌの話だけでも実に興味深くあれど、見ると聞くとではやはり天地の差があります。虫も殺さぬ面立ちをしておきながら、誰も彼も皆くせ者揃い。その上これよりさらに新たな来訪者を迎えるとあらば、期待のあまり忍び笑いの一つも漏れるというものであろうよ。面白い子も可愛い子もまだまだいるし、ご期待には添えるんじゃね？多分ね。それは良きかな。なれどお客人に無礼なきよう、何よりジオゲヘナに災いなきよう、公庫の憂いは解く立たねばなるまいて。ほうちゃんのこと？
しかり急激な老衰といい、そして不完全な転生といい、キャッツにまつわる一件、何者かが糸を引いているように思えてならぬ。ああね、私としては壁がゆるがばになってんのもちょい気になるかも的な。そうさな。はてさて、ねえあや、ちとばかり頼まれてはくれぬかの。わあ、出た。お姉ちゃんが無茶ぶりする時のやつ。毎度愛すまぬ。なれどうぬほど自信を持たず、危難に見舞われども独力で帰還する者など他におらぬでな。まあさ、私は国の運営とかノータッチだし、やれっからやっけどね。アルターメイデンの子らや法王の待遇は城の者らに任せるがよろしかろう。カリザの坊やはもち連れてくに決まってるっしょ。そんじゃちょい長めのお散歩行ってきまーす。ふむふむ、興味深いね。ジオゲヘナの豊富な陶器は糖度の多様性にあるのか。職人の技術も大したものだ。お久しぶりです、キャルさん。君は何言ってるですか、キャルさん。ルーですよ。ってキャルさんじゃないです。誰ですか？誰？なるほど。ルーさんは噂の転送装置でジオゲヘナに来たんだね。でもどうしてキャルさんと見間違えたんだい？まさか後ろから見た時の黒髪とビースト族の耳で勘違いしたとか？はすみさん、名推理ですね。その通りです。正解なので特別にルーの飴をプレゼントするですよ。本当にそんな理由だったとは。でもありがとう。ずいぶん珍しい形の飴だね。ジオゲヘナでは甘いものが少ないと聞いたので、一気に食べちゃわないように杖で割って小さくしたですよ。甘くて美味しいです。いい工夫だね。では私も早速いただこうかな。美味しいね。ナーナさん、あなたと来たら本当に何にもできないんですから。どうしてくれますの？このままですとお弁償ですわよ、お弁償。ナーナ知らないよ。ナーナ悪くないよ。犯人は皆そう言うと相場が決まっておりましてよ。ひょっとして犯人はあなたですの？白状なさいな、このおまぬけおたんこうさぎさん。おや、事件の匂いがする。何か言い争ってるみたいだね。おたんこぶができるのはルーの頭だけで十分です。二人ともどうしたですか？異世界下々の皆さん、よくぞ聞いてくださいましたわ。このナーナさんが私の大事なお宝物を盗んだのです。でもナナは犯人じゃないんだもん。証拠もないのにカノンじゃひどいよ。
ジも。いや、そんなことよりも証拠もなしに犯人扱いは探偵として見過ごせないね。あなた探偵ですの？でもお証拠はありましてよ。ナーナさんのすっからかんの頭が何よりのお証拠ですわ。でもそれは証拠というより悪口じゃないかな。あと探偵の仕事は真実を追求することなんだ。いかなる謎も探偵のひらめきで解いてみせるよ。だからこの事件は名探偵ルーに任せるです。決め台詞が。ありがとう名探偵ルーちゃん。ナーナのためにもカノンちゃんのためにも真犯人を見つけてほしいの。もちろんです。じゃあ早速捜査ですね。はい、捜査って何をしたらいいんです？あなた本当に名探偵ですの？ナーナさんに似たおポンコツのオーラを感じるのですけど。ルーさん、まずは事情聴取をしよう。大丈夫、私も手伝うよ。ではカノンさん、アリバイを話してくださいです。私は大事なお宝石のお手入れをしていたのですけど、コロッセオに出場するのを忘れていて同僚が呼びにいらしたの。それで仕方なく近くにいたナーナさんにお宝石を預けたのです。もちろん試合では魔物を切り伏せビューティフォーな勝利を収めましたわ。ですが戻ってくるとナーナさんはお宝石と共に姿を消していましたの。どう考えてもナーナさんが犯人に違いありませんわ。ふむふむ、よくわからないけどなるほどです。今の話は本当ですか、ナーナさん？カノンちゃんから宝石を預かったのは本当だよ。でも自白しましたね。ナーナさんが犯人です。そんな。ほらご覧あそばせ、やっぱりナーナさんが犯人ではありませんこと。逮捕よ、逮捕、お逮捕ですわ。いやいや待ちたまえ。ナーナさんの話も聞かずに結論を出すのは早計ではないかな。そうだよね、探偵さん。もちろんです。今のは揺さぶりってやつですよ。名探偵の技の一つです。ではナーナさん、アリバイを話してくださいです。ナナはカノンちゃんから宝石を預かった後、ギュッて宝石を抱えてたの。でもどうしてか宝石が腕にくっついちゃって、それで腕をポンポンって振り回したら宝石が飛んでっちゃって、探しに行ったんだけど、でも宝石はなくなっちゃってて、だから宝石を盗んだ犯人は他にいるはずだよ。いるはずだよではありませんわよ、ナーナさん。私の大事なお宝石になんてことしてくださいましたの。怪しいです、ナーナさん。ルーの名探偵の勘がビンビンしてるです。宝石が手にくっつくなんて聞いたことがないですよ。ほんとだもん、ベタベタしてくっついたんだもん。ほら、ナーナの手ベタベタなんだよ。何するですか。こすりつけないでくださいです。ルーまでベタベタになったじゃないですか。宝石がベタベタしてくっつく。ナーナさんはそういう体質だったりするのかい？種族の特徴で粘性の汗が出るとか。違う。ナナはベタベタあるミラージュなんかじゃないもん。とすると宝石の方に原因が。
こんにちは。どう？盗まれた宝石は見つかりそう？あなたはもしかして真犯人ですか？シュッとってやつですね。やだ、そんなんじゃないわ。カノンちゃんの仕事仲間よ。試合の後に宝石が盗まれたって聞いたから様子を見に来たの。すごい宝石だろうって嬉しそうに自慢してたからね。ジオテオゴニアから取り寄せた貴重な宝石だったんでしょ？そうでしたよ。あの大粒なお宝石を見せつけて憎らしきネフィの顔を嫉妬で歪めてやる予定でしたのに、ナーナさんのせいで台無しですわ。そんな目的があったんですね。むしろカノンさんの顔が悔しさで歪んでるです。そうだね。カノンさんのためにも次は宝石の落下地点を調べてみよう。私の握り拳より大きな宝石だったそうだし、落下痕が残っているかも。ここが宝石が落下した場所ですか？特に怪しいところはなさそうですね。居住区の近くのせいで足跡もびっしりです。絶対この辺に落ちたはずなの。でもナーナが来た時にはもう宝石はなかったんだよね。どうせそちらもナーナさんのおたんこな嘘ではなくて？そこで真偽を確かめるために事件当時この辺りにいたという証人に来てもらったよ。その時の様子を聞かせてもらえるかい？もちろん。俺はこの辺で仲間と一緒に食料調達の仕事をしていたんだ。宝石は見なかったけど近くで何かが砕け散るような音が聞こえたよ。それでそのすぐ後に居住区の方からナーナが来て宝石を見てないか聞かれたけど知らないって答えて、その後にカノンも来て怒ってナーナを引きずって言ってたな。ご協力ありがとうです。宝石は誰も見ていない。そして何かが砕ける音がした。ここに答えがあったですよ。この手がかりが意味するのは、宝石は落下して粉々に壊れてしまったということです。つまりナーナさんは盗っ人ではなく宝石クラッシャー犯なのです。ナーナが宝石を壊しちゃったの？ごめんね、カノンちゃん、許して。ナーナさん、もちろん許しませんわ。きっちり応弁証してもらいますからね。いや、まだ何か引っかかる。ルーさん、2人を追いかけるよ。お弁償いただく方法はすでに考えてありますわ。お覚悟はよろしくて、ナーナさん。全然よろしくないよ。待つんだ、カノンさん。やはり犯人は別にいる。かすみちゃん。お犯人はナーナさんで確定でしたよ。それとも他に真犯人がいるとでもおっしゃいますの？それはごめん、まだわからない。でもナーナさんが犯人とは言えないことは確かだよ。考えてみてほしい。土や芝に落下しても宝石はそう簡単には砕けない。もし仮に砕けたなら現場にかけらが落ちているはずなんだ。なぜなら居住区から来たナーナさんはそのすぐ後にカノンさんに捕まっている。隠蔽工作を行う時間もなかったはずだからね。ふむふむ。わかったです。じゃあ宝石は魔物が持っていったですよ。確かにその可能性もあるね。それが都合のいい答えと言える。でも
まだ解けない謎が残されているんだ。解けない謎ですか？そういえばルーもタンコブの謎が残っていたです。タンコブの謎？レイちゃんタンコブがあるの？そうなんです。事件が起きる前に散歩していたら空から大きくて綺麗な飴玉が降ってきたです。飴玉が頭にぶつかってタンコブができたです。どうして空から飴玉が降ってきたのか。はあ、タンコブの謎が分かったです。ルーの日頃の行いがいいから空から飴玉が降ってきたですよ。ズバリ飴玉はルーへのご褒美だったのです。いや、その解釈だとタンコブもご褒美みたいに聞こえるけど、そもそもジオゲヘナで飴玉が降るなんて。どうしたです？かすみさん。犯人が分かったかもしれない。なんです？でもその前にカノンさんに真実を語ってもらう必要がある。宝石は宝石じゃなかった。そうだね。何をおっしゃっているのかしら。かすみさんまで頭すっからかんになりましたの？そんな疑念を向けるだなんておしっけというものですわよ。なぜナーナさんの腕に宝石がくっついたのかずっと不思議だった。でもルーさんの話で全てがつながったよ。宝石の正体が飴であればベタベタと腕にくっついた説明ができるんだ。宝石が飴？どういうこと？飴は高温多湿で溶ける特性があるんだ。ジオゲヘナの暑い気候は飴が溶けやすい環境と言える。それにナーナさんは飴をギュッと抱えていたのだからなおさらだよ。それにカノンさんの同僚は証言していたね。宝石はお菓子で有名なジオテオゴニアから取り寄せたものだと。あの国には宝石のように綺麗な飴があると聞いたことがあるよ。キク私がお宝石を飴と間違えて取り寄せたと言いたいんですの？確かな審美眼を持つ私を大間抜け扱いして失礼ですわよ。その理由はカノンさん自身がよく知ってるはずだ。宝石は大きければ大きいほど入手も発見も難しい。そこでジオテオゴニアの飴に目をつけ宝石と偽ったんじゃないのかい？高貴なアタクス様がそんな小賢しき真似するわけがありませんわ。お証拠は？それこそお証拠がないですわよ。証拠はまだこれからだけど、その前に大事なことを一つ。あなたはネフィーネラさんにライバル意識があったそうだね。つまりカノンさん、それがあなたの動機ってやつですよ。また決め台詞が。どうしてルーさんが得意げな顔をしてますの？仮にそうだとしても真のお犯人はどなただとおっしゃるのかしら？確かに宝石が飴でもカノンちゃんが犯人じゃないもんね。犯人は認めたくない。だけどいかに不都合な真実だとしても私は探偵として真実を追求しなくてはならないんだ。カノンさんの宝石もとい飴を盗んだ真犯人は私とルーさんだ。なんでルーとかすみさんが犯人になるんですか？最初にルーさんと私が一緒に食べた飴、あれこそがカノンさんの飴だったんだよ。ナーナさんが飛ばした飴玉がルーさんに直撃してタンコブを作った。その後ルーさんはそれを杖で砕いて私と一緒に食べてしまったんだ。でないと
空から飴が降るなんて現象説明できないからね。私の飴、いえお宝石を食べたですって。では主犯はおたんこ探偵のルーさん、共犯者はかすみさんとナーナさんということですわね。ルーさんにはお弁償をしてもらいますわ。さあきっちり稼いでもらいますわよ。そんなルーに何をするですか。助けてくださいです。こーら、グラディエーターとして逃げずに戦いなさい。私の飴ではなくてお宝石を食べたのですから、弁償代を稼ぐまで戦い続けるのですわ。どうしよう。このままじゃルーちゃんが食べられちゃうよ。カノンさん、別の弁償方法はないのかい？なんですわ。飴のことは他言無用とすることであなたたちを情状酌量にしてあげたのですわよ。それともグラディエーターとして参加したいとおっしゃいまして？頑張れルーちゃん、ナナが応援してるよ。私もあの格好はちょっと恥ずかしいかな。それに私の勘が正しければそろそろ。食べられちゃうです。ルーさんが消えた。私の弁償代が。転送装置の時間制限だね。やれやれ、長い一日だった。約束は約束。たっぷり調べさせてもらうわよ。覚悟はよろしいでしょうか。クスクス。苦しい。薬草も効果なし。他の方法は。この人は姫お気に入りの機織り職人。簡単に失うわけにはいかない。でも残った方法は。お困りのようですね。助けて差し上げましょうか。誰？はじめまして、アネモネちゃん。あなたのことは彼から聞いてるわ。私は闇医者の美月。こっちはエリコちゃんよ。先ほど何か判断を迷われていたようでしたが、何か秘密の治療法でもあるのですか？クスクス。いえ、毒で解釈しようと思いました。あら、嘘が下手な子。かわいいわね。大丈夫よ、その必要はないわ。私たちが治してあげる。でも代わりにあなたをちょっと調べさせてちょうだい。調べる？私を？普段なら絶対に断る話。でも優秀な職人を失うより少しだけマシですね。それにあの方法を使わずに済むなら話を聞きましょう。
すごい、もう苦しくないわ。でもどうして？元気な人面野菜がお腹の中で暴れていたのよ。それが不調の原因だったってわけ。エリコちゃんの薬で鎮められてよかったわ。クスクス。おかげで新しく開発した遺産強化の薬を試せました。では約束通りアネモネさんを調べさせてもらいましょうか。約束とはいえ、おかしな実験であれば反撃します。毒で。別に構いませんわ。であれば毒のサンプルを取れますし。クスクス。そんな警戒しなくても大丈夫よ。対象への接触が必ずしも実験じゃないの。実験の仮説を立てるにもまずは観察からでしょ。だからあなたの日常生活を観察させてほしいのよ。アネモネちゃんはいつも通り過ごしてくれればそれでいいの。観察？そんなことでいいんですか？黙って言っちゃったけど OK ってことよね。じゃあ観察開始よ。水筒を持って密林に入られましたが、パトロールか何かでしょうか？違うわね。ほら茂みの方を見て。昨日よりも元気ですね。では今日の水と栄養です。花の手入れ？それに魔力を使って花を育てていますわ。あの力があれば薬の調達も楽になりそうですわね。花屋にスカウトできれば。クスクス。さっきより表情も柔らかい気がするわね。トゲトゲしさはあるけど花のお手入れをするぐらいだし、アネモネちゃんって根は優しい子なのかも。誰か来るわ。観察対象に接触者よ。あれ、アネモネさん、ここで何を？特に何も。あれはクリアさんですわ。彼女も花の世話が趣味だと聞いたことがあります。なるほどね。共通の趣味を持つ2人がどんな化学反応を起こすか見てみましょう。花のお手入れをされてたんですか？まさかアネモネさんがお世話してたなんて。前にここを通った時すごく綺麗に咲いてるなって思ってたんです。アネモネさんはどんな風にお手入れされてるんですか？そう、答えたくなかったですかね。すみません。実は私も花をお世話するのが好きなんですよ。そうですか。クリアさんは親しく話そうとしていますけど、あまり会話が盛り上がらないようですわね。そうね。アネモネちゃんが距離を置いているように見えるわ。邪魔です。魔物も鼻カッターで冷静に対処。私たちが手伝う暇もありませんでしたわ。戦いにも慣れているみたいね。さすがネフィーネラさんのシュバリエなだけあるわ。ありがとうございます。
した。いえ、食料調達に行く手間が省けました。行っちゃった。今日もうまく話せなかったな。アネモネさん、行ってしまわれましたわ。ここは先にクリアさんに聞き込み調査をしてみましょうか。うん、それが良さそうね。おはよう、クリアちゃん。ちょっとアネモネちゃんについて教えてくれないかしら。美月さん、エリコさん。なるほど。クリアちゃんもよくわからないのね。はい、力になれずすみません。私もアネモネさんのことよく知らないんです。笑顔もまだ見たことないですし。笑顔も見たことがないか。一つ仮説を思いついたわ。アネモネちゃんの感情と体の花には何か関係があるんじゃないかしら。例えば感情に反応して花が変化したりとか。ほら、アネモネちゃんってどこか壁を作ってるように感じるでしょ。他人と距離を置くのも感情の起伏を抑えるためなら説明がつくし、まああくまで仮説だけど。興味深い仮説ですわ。アネモネさんが笑った時、花がどうなるのか試してみましょう。グスグス。アネモネさんの笑顔、私も見たいです。その実験協力させてください。ありがとう、クリアちゃん。助かるわ。アネモネちゃんを笑わせるのは一筋縄ではいかないでしょうし、作戦会議を始めるわよ。アネモネさん、少しよろしいですか？見てほしいものがあります。エリコさん、美月さん、観察終わってなかったんですね。いいえ、観察は終わったわ。これからは実験。それじゃ行くわよ。ネフィーネラさんとアネモネちゃんのモノマネ。ノーモネやわっち退屈余興震災。姫、了解です。行きます。花カッターいかがでしょうか？グスグス。コロコロコロ。見事な花カッターと笑顔でありんす。モネが楽しそうで、わっちも満足でありんす。何をしているんですか？全然似てないです。あの人、笑わないです、バブ。悲しくて涙が出てしまいます、バブ。ぐすぐす。バブバブ。あらまあ、よちよち。モネや笑顔になりんさい。ほら、いないいない。んばチュルリパパイヤみちゅきちゃわ。なぜいきなり赤子になったんですか？意味がわかりません。全然薬ともしないわね。実験のために一肌脱いだのに。モノマネするにも見本がないとできませんわ。まずはアネモネさんの笑い方を教えてください。グスグス。もういいですか？さようなら。
あらそっけな。でも勝負はここから。今よクリアちゃん。アネモネさん捕まえました。こちょ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 。引っかかったわね。私たちはあくまで陽動。さあ思う存分笑いなさい。いつまで耐えられるでしょうか。さっさと諦めて笑ってください。クスクス。笑いましたね、アネモネさん。よくやったわクリアちゃん。ってまずいわよ。クリアさん離脱ですわ。作戦は失敗です。もういい加減にしてください。そんなに照れなくてもいいじゃない。近くで見る花カッターは一段と綺麗ね。毒で攻撃していただいても構いませんよ。そうすればサンプルが取れますから。クスクス。そんなこと言ってる場合じゃないですよ。アネモネさんごめんなさい。許しません。